皆さんこんにちは、アミーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はこのような立体的なねお花のモチーフを編んでみました。花びらは3段になっています。途中でちょっと色も変えて編んでみました。サイズは 3.5 センチくらいの大きさです。このようにね後ろにヘアゴムをつけてマリちゃんのねヘアアクセサリーにしたりとか洋服につけても可愛いかなと思います。今回はこのヘアゴムタイプで、ね、裏もつけて編んでいこうと思います。使用する糸はこちらセリアさんで購入しましたオーガニックコットンの細いタイプですね。こちらのね3色を使用しています。今回はこちらの2色で編んでみます。使用するかぎ針は2から3号とありますので、今回は3号でかぎ針の3号で編んでいきます。で今回この糸ね使用してますけども、他の色とか他の糸でも大丈夫です。あと他の材料としては、とじ針と今ビーズをね3種類つけてるんですけども、このような装飾のビーズがあるといいかなと思うので、このようなビーズが何個かと、であとヘアゴムにする場合は適量のねヘアゴムを1本用意します。はい、こちらが今回使用する材料です。では早速編んでいきます。最初のこの真ん中の白い小さなお花ですね、ここから編んでいきます。でこれを編んだ後に今度は2段目の緑のところで、最後にこの周りの白いお花を編んでいきます。で今回はちょっと色を変えたいので反転して最初に緑で2番目に白で最後にまた緑っていう形で編んでいこうと思います。ではまず緑の方から編みます。気持ち糸端を長めに残しておいて、そこからくるくると2回人差し指に巻きつけて、でこのように持ってで一度糸を引き抜いてきます。これでまずね輪の作り目ができました。そしたらこの輪の中に細編みを5目編んで、その間には鎖編みを3目編みながら編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がってから輪を拾って、まず細編みを1目編みます。細編み1目編んだら次細編みをまた編むんですけども、その前に鎖編みを3目編みます。1、2、3目3目編んでからまたこの輪の中を拾って細編みを編みます。でまた鎖を3目編んで、同様にしてまた細編みを編みます。これをね繰り返します。今1、2回で鎖編み3目編んで、輪を拾って細編みで鎖を3目編んで細編みで、これで今1,2,3,4個目ですね。であと1個編むんですけども、最後は鎖編みを3目編んで、もう一度細編みを入れるのではなくて、最初のね細編みの頭ここのところに針を入れて引き抜いて、これで1段目が編めました。でだいたいね輪の作り目したら1段目の終わりの時にこの糸端を引っ張って輪の真ん中をね絞って穴をなくすんですけれども、今回はまだここで絞らずに穴をね広げたままで編んでいきます。なぜかっていうと、次の2段目も輪の目ここですね、ここそれからこの目を拾って編んでいくので、詰まってると拾いにくいのでまだこの状態のままで編んでいこうと思います。で2段目にこの目を拾う時に1段目の鎖がちょっと邪魔になるので手前に倒して、で最初の作り目の輪のところを拾っていきます。ではねちょっと実際やってみます。2段目です。まずは鎖編み1目で立ち上がってから、先ほど説明したようにここの最初の作り目の輪を拾いたいので、この1段目の鎖編みは手前に返しておいて、それでここの
輪の部分を拾って細編みを1目編みます。で1段目は手前に来ます。次はこの2個目の鎖3目のところを手前に折って、ここの糸を拾って細編みを編むんですけれども、その前に鎖編みを3目編んでから3目編んでから、この最初の作りの輪のところを拾って細編みを編みます。で1段目の鎖は手前に来てます。こんな感じです。で同様にして今度は3個目のところですね。3個目のこの鎖のところ、ここの間を拾いたいので、まず鎖を3目編んでから、この3個目のところを手前にやって細編みを編みます。同様にしてもう一度123目鎖を3目編んで、でここの作りの輪のとこを拾って細編み、鎖編み3目編んでから、で輪の作り目を拾って細編みを編みます。そして最後ですね、最後また鎖を3目編んで、でこれで1周返ってきたので、2段目の最初に編んだ細編み、ここです。この頭にここにね最後引き抜いて2段目終了なんですけども、次からは2つ目の花に入りますので、色を変えて白色で編みます。こちらです。白い糸を持ってきて、それでこの白い糸で引き抜きます。1段目に編んだ花がここにあって、でその後ろに鎖編み3目の輪っかがね全部で5個できていると思います。次3段目はこの鎖3目をね側に拾って花びらを編んでいきます。でその前にちょっとようやくここの真ん中の穴が気になるので、ここを閉じていきます。緑の最初の糸ですね、ここの糸端を引っ張っていってギュッと閉じていきます。で最初の花びらはこんな感じですね。では3段目を編んでいきます。今ねこのような状態で終わっています。最初の1番目の花はちょっと折り曲げながら、3段目はこの鎖3目のところを側に拾って細編み中長編みで鎖編み1目編んで、で中長編み細編みという順番で編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がってから、まずは細編みを1目、次は中長編みを1目編んで、でその後鎖編みを1目編みます。そして続いてまた中長編みを1目編んで、で最後に細編みを1目編みます。で最初のところが編めたら、次の鎖3目のところに移動して、ここにまた細編みを1目、そして中長編みを1目編んだら、鎖編みをね1目間に入れてから、また中長編みを編んで細編みを1目、これでね2つ目の花びらが編みました。次3つ目も同様にして、隣に移動して細編みを1目、そして中長編みを1目、鎖編みを1目編んでから、もう一度中長編みを1目、細編みを1目、こんな感じです。これを続けてねあと2個編んでいきます。はい、これで1周編めました。で1周編めたら、最初のね細編み編んでいるところの、頭にね針を入れて、そして引き抜いて、はい、これで3段目が編めました。
そしたら次4段目ですね。4段目は次の花びらを編むための土台をまた編んでいきます。でまた次細編みのね目を拾うのが難しいんですけども、先ほどこの白い花を編んだ時に細編み中長編みの間に鎖編みを1目編んでいるので、少しねスペースがあると思います。なのでそのスペースをちょっと利用して、この見えている緑の糸ですね、2段目の鎖編み3目のところです。この真ん中の目、この目をね拾って細編みを編みます。なのでまたちょっと花びらは手前に折りながら編むと分かりやすいかなと思います。さあ実際編んでみますね。まずは鎖編み1目で立ち上がってから、前段のお花の鎖のスペース、ここにちょっと後ろから針を入れて、でお花を手前に持ってきて、そのままここの緑の2段目の鎖編みのところを拾って細編みを編みます。この花びらの後ろ側に細編みが来ています。で次また隣に移動します。移動する前には鎖編みを3目編んで、隣の花びらに移動して、で前段のこの鎖のスペースですね、ここに後ろから針を持ってきて、で花びらを手前に倒して、2段目のこの緑の鎖編みのところを側に拾って細編みを編みます。表から見るとこんな感じです。で後ろに細編みがあります。続けて鎖編みをまた3目編んで、隣の花びらに移動して、で前段の鎖のスペース、針を後ろから入れて、で手前に倒して、2段目の鎖編みを側に拾って細編みを編みます。同様にして123目鎖編みで、次のこの鎖のスペースに後ろから針を入れて、で2段目の鎖を拾います。もう一度123、最後です。最後鎖を3目編んで、これでもう一周今してきたので、最後はこの最初の花びらの後ろに編んだ細編み、この頭にここですね、ここに針を入れて、そして引き抜くんですけれども、これで次は123個目の花びらに入っていくので、残しておいた緑の糸があるので、この糸で最後引き抜きます。これで4段目が編めました。裏から見るとねこんな感じで、次の最後の花びらをね編む土台ができています。なので最後はこの鎖をね側に拾って花びらを編んでいきます。最後次5段目ですね。5段目はこの鎖編みを側に拾って中長編みを編んでいきます。まずは鎖編み1目で立ち上がってから、この鎖に移動して中長編みを4目編んでいきます。1、2、3、4、中長編みを4目編んだら、次はまた鎖編みを1目編んで、そして前段で編んだ細編みがここにあるので、この細編みの頭に一度引き抜きます。はい、こんな感じです。これがね一つの花びらです。なので次は隣に移動して、まず鎖編みを1目編んでから、前段鎖を側に拾って中長編みを4目、1、2、3、4目編んで、そして鎖編みを1目編んで、前段の細編みの頭
頭に引き抜きます。これで花びら2つ目です。で次3つ目、鎖編みを1目編んでから隣に移動して、また中長編みを4目編みます。3、4で中長編み4目編んだら鎖編みを1目編んで、前段の細編みのところに引き抜きます。これで今3つ編めましたね。同様にしてあと2個編んでいきます。最後の花びらが鎖編みまで編めたら、最初の目のところに引き抜いて、これで1周編めました。これでねお花が完成です。最後ね糸いっぱい残してあるので、これを糸始末していきます。で真ん中にビーズとかつけたい場合はこの時点で縫い付けておきます。じゃあ表のねお花は完成したので、次は裏の土台を編んでいきます。裏は簡単です。輪の作り目をして、この輪の中に細編み6目でスタートして、どんどん円を広げていきます。4、6、はい、6目編んで、で輪の中心を締めてから最初の細編みの頭にね針を入れて、はい、これで1段目ですね。1段目は細編み6目で、2段目はすべて増し目をして、細編みを12目編んでいきます。1、2、3、4、はい、引き抜いて2段目が編めました。次ね3段目です。3段目はまた増し目をしますけど、細編み1目増し目、細編み1目増し目というのを交互に繰り返して編んでいきます。鎖編み1目で立ち上がって、まずは細編みを1目、そして次の目に増し目、はい、細編み1目増し目っていう形で合計6目ですね、増し目をして3段目は編んでいきます。はい、で1周編んできたので、最初の頭に針を入れて引き抜き、3段分のね円が編めました。これを土台にしたいので、ちょっとサイズだけ測ります。直径が約 2.5 センチです。縫い付けるように少し糸を長く取っておいて、そしてでこの円をこの後ろに貼り付けていくんですけども、その前にねヘアゴムであったりとかヘアピンを取り付けておきます。ヘアピンの場合はねこんな感じで土台に縫い付けてもらったらいいです。ヘアゴムの場合はこの細編みの隙間のところを少し広げておいて、でそこにヘアゴムを通します。で裏側でヘアゴムを結びます。で表はこっちですね。余分なところはちょっと切っておいて、でこの状態で裏にこんな感じで縫い付けていきます。形を見ながらここに縫い付けていきます。これで、はい、お花のねヘアゴムになりました。これで完成です。
といまりちゃん用なのでね、ヘアゴムは短めですけど、もうちょっと長くしたら、子供さん用にもねなるかなと思います。ちょっとつけてみますね。こんな感じでね結んであげると可愛いかなと思います。ヘアピンにしてしまってパチンと留めるだけでもね可愛いです。ぜひいろんなカラーでね編んでいただけると嬉しいです。では今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。